封じられし果汁のくず竜アースハイドラ。皆さん避けて。これでは視界が。もうマジ何も見えないんだけど。氷と炎のブレスがぶつかって水蒸気爆発でも起きたってわけ？他の連中は。ちょっとペコリーヌ、どこ？魔法使い一人にすんじゃないわよ。体張って守りなさいよ。あ、キャルちゃんの助けを呼ぶ声、今行きますよ。リリちゃん、ごめんなさい。いえ、私の方こそ霧のせいで目と鼻の先も見えなくて、まさに五里夢中です。最初の攻撃を避けるためにチリチリになったのは失敗でしたね。とにかくみんなと合流しましょう。おーい、キャルちゃん、キャルちゃん。アホリーヌ主様。お兄さん、皆さん、どこですか？声がこだまして方向がわからなくなっちゃってる。それにこの岩の溶ける匂い。くっちゃい。みんなどこ？こんな霧だし、なんだか走り回ってたら見つけてもらえないんじゃ。でもそんなこと言ってる場合じゃないよ。とにかく助けて。ナーナが食べられちゃう前に。こうも攻撃が激しくては身を守る以外に何もできません。早く主様や皆様と交流しなくてはならないというのに。コッコロ様、ペコリーヌ様、リリ様、やっと一人見つけましたよ。思ったよりみんなばらけちゃったみたいで。私が精霊魔法で霧を払います。援護をお願いいたします。任せてください。全力全開フルパワー。一切承知です。シャドウスプリット。風の精霊よ。危ない。二人とも大丈夫ですか？はい、なんとか。それよりも主様からの強化が消えてしまっております。まさか兄様の身に何かが。
やっと捕まえたぜ。たく手間かけさせやがってよ。誰が話すかよ。アルラウネなんざとっくに絶滅しちまったかと思ったぜ。気ぃつけろよ。殺しちまったら買い手がつかねえからな。分かってるって。あの噂が本当ならすげえ金になるはずだもんな。ほらこっち来やがれ。気絶してた私。そうか。ハイドラのせいでできた地割れに落ちて油断しすぎた。生きてたのはただの幸運。それにあんな昔の夢を見るなんて頭を打ったせい。生きてはいるみたいですね。でも立てますか？反応ほぼなし。呼吸は微弱。目の焦点も合わない。ここまで毒が回ってしまっては、むしろまだ息をしてるのが不思議なくらいだけど。どちらにせよこれは死んだでしょうね。異世界ご一行の皆様、見つけ次第最速でアースハイドラでお玉を取って差し上げますわ。さっきの傷が。あいつ調子に乗ってくれちゃって。早くお兄さんや皆さんと合流しなくちゃなのに。強化を使えないってことは相当ヤバい状況になっちゃってるはずですけど。どうかご無事でいてくださいませ、主様。その毒即死しなかったの不思議なくらいですけど、もうあんまり持たないですね。さよならです。みんなあなたはどうして。
この人を助ける理由なんてないはずなのに、私はどうしてこんなこと。気ぃつけろよ。殺しちまったら買い手がつかねえからな。な花びら飛ばしたって痛くも痒くもねえっての。腕の1本や2本へし折ってやってもいいんだぜ。助けてだってよ。そいつは俺らに言ってんのか、それとも誰か呼んでんのか。残念でした。誰も助けになんか来ません。弱えやつは食い物になって終わり。それがこの世界のルールってやつだ。お利口になってよかったな。よーし、じゃあ早速買い手を探しに行くとすっか。おっと、その前にこいつの涙ってやつの味見を。なあ、相棒。やれやれ、わっちの膝元にまだかような人の輩がおったとはのう。これそこなアルラウネの幼子や。うぬの住まいはいずこぞや。木の股か、それとも鉢植えか。これ泣くでなし。参ったの。わっちといえど泣くこと女心には勝てぬというに。動かない方がいいですよ。死ぬとこでしたから。誤解しないでください。助けられたのはたまたまです。ハイドラの毒は強力なので、治療が間に合ったのはそのお守りがあったからです。こちらは飴玉ではなく天使のアミュレット。ピエス・モンテピラーや私の王家の装備に次ぐこの国の宝です。微力ではありますが、魔法の心得がなくとも持っているだけで呪いなどから身を守る助けとなるでしょう。もう力がほとんど残っていないようですが、それが毒の進行を遅らせてくれたから。だから礼はいりません。でも一つ約束してもらえますか。私の涙のこと秘密にしてください。この力のことは誰も知らないので、姫以外は。小さい頃この力を目当てで狙われたことがあって、だから姫が毒の方だけ噂を流布したんです。間違ってないですし。わかりません。いえ、わかりたかったんですけどわかりませんでした。ずっとわかりたかったんです。どうして姫が私を助けてくれたのか、私の力が目当てなのかって、そう思ったことも
ありましたけど、でも姫にはそんなものいらないみたいで、それどころかあなたたちから外のことを学べなんて、まるで自分のとこから出てけみたいな。さっきあなたが私をかばった理由は、多分あなたがわけがわからないくらいお人よしだからでしょうけど、あなたに借りを作るのも気持ち悪いですし、それにあなたを助けたら、あの時私を助けた姫の気持ちが少しは理解できるかもって、そう思ったんですが。そうですね。ただ死なないでほしいです。せっかく助けたので。喋りすぎました。そろそろ動けますか？いえ、無理にでも動いてください。死なない程度に。上で戦っているあなたの仲間たちが死なないうちに。精霊よ、また倒しても倒してもすぐ再生しちゃいます。キリがないです。ただでさえ一本一本がとっても強いのに。まるで神話におけるヤマタノオロチさながらですね。っていうか、あいつの強化なしで全力全開しっぱなしじゃあっちゅう間に魔力切れになっちゃうわ。早く主様をお探しせねばならないのに邪魔をしないでください。お邪魔虫はあなた方の方でしてよ、異世界の英雄さんたち。私の本命はネフィーネラなのですからして。もうやめようよカノンちゃん。怪我もいっぱいしちゃってるみたいだし。お黙り遊ばせおたんこうさぎさん。私様の玉のお肌を傷物にしたのはあなたのお友達のアネモネさんでございましてよ。ごめんなさい。でもモネちゃんもカノンちゃんもお友達だよ。ふんですわ。あなたのようなおしもじも極まれリーナ・オブービーさんとお友達になった覚えなどありませんでしたよ。それに生意気で不愛想ではすっぱなアネモネさんも今頃地割れの底で大養分、いいえ大不養土になっているはずですわ。吹っ飛ばされたのでちゃんと見てたわけではありませんけど。モネちゃんやられちゃったの？ネラちゃんすっごく怒っちゃうよ。ではもしや兄様もアネモネ様と一緒に。おしゃべりはもう結構ですわ。私様の差配するアースハイドラの夫人によって全員お玉を頂戴して差し上げますわ。あいつの指示が大雑把すぎるせいでなんとか致命傷は避けられてるけど、このままじゃ押し切られちゃうわ。キャルちゃん、コッコロちゃん、ここはいちごケーキ作戦でいきましょう。ケーキ？その作戦無理あるってば。今はかけるしかありません。アルターメイデンの皆様、私たちと共にペコリーヌ様へ援護の集中を。よくわかりませんけど、はい。よーし、王家の装備フルパワー。目標カノンちゃん、
防御ゼロ、一点集中、突撃します。あら、私を狙うおつもりですの？ケーキに乗ったイチゴを真っ先に食べるということかしら。なかなかシャレオツですけれど、でも無駄ですわ。そんなド直線なおちょとつ盲信ではただの的でございましてよ。囲みなさい、ハイドラ。そうはさせません。手のよう。悪くない手立てですけど、白兵戦でも私はあら、さっきので剣が折れてましたわ。タンマですわ、おタンマですわ。アップねえですわね。仕方ありませんわ。背にお腹は変えられませんわ。ナーナさん、あなたのポンコツ斧をおよこしなさいな。ダメダメ、それでペコちゃんを叩いちゃうでしょ。返して。いざ食らい遊ばせ。マンティコア流毒殺剣術じゃなくて毒殺風術、うんどりゃーですわ。意外とやりますね。慣れない武器だし、怪我も軽くないはずなのに。どこの田舎のプリンセスか存じませんけれど、私様の方が魂のおソウルの霊場度合いは上ですわ。確かに私、食べ歩きもジャンクフードも大好きですし、霊場度合いっていうのはカノンさんに負けるかもしれませんけど勝負を決めるのは私の高貴なる粘り年ですわ。今度こそ決めなさい、ハイドラ。ペコリーヌさん、危ない。やむを得ません。シャドウランプ。待って、プレシアさん、この匂い。お兄、マリサさん、ありがとうございます。よーし、またこのパターン。これで決まりです。プリンセスストライク。大丈夫、息はあるはずよ。派手にぶっ飛んだけど。息も意識もまだありますわ。まだまだですわ。カノンさん、これ以上の抵抗はやめてください。さもなくばとどめを刺します。降参したところでどうせ後で処刑されるだけでしょ。でしたら令嬢らしく誇りを持って最後まで戦わせていただきますわ。ダメだってば、カノンちゃん。ネラちゃんにはナーナからお尻ペンペンで済むようにお願いするから。本当におたんこ頭ですわね、ナーナさん。あなたのようなドシタッパがネフィーネラに何かを言って聞かせられるわけありませんわ。ミシちゃん、本当ありがとう。信じられませんわ、そんなの。さっきまで死にそうな目にあったっていうのに、あなたに一体どんな義理があるとおっしゃいますの？そうだよ。だからナーナのお友達のカノンちゃんはキシちゃんのお友達っていうこと。私たちからもネフィーネラさんに寛大な処置っていうのをお願いしてみますから。
正直私は普通に腹立ってるけど、でもな、案内役がいなくなったんじゃ困るもんね。あなたたち、キャル様のお立場的にはカノン様を責めることはしにくいですしね。うるさいわ。私はちゃんと罪を償ったわよ。執行猶予も終わったってのよ。コッコロ様のおっしゃる通り、私たちもカノン様を糾弾できる立場などではありませんし、仲直りしよう。あなた方のドアマちゃんっぷりときたらバカバカしくて付き合ってられませんわ。こうなれば捕虜として3食お昼寝スイーツ付きの待遇を要求いたします。いいな、スイーツ付き。ナナもカノンちゃんと一緒に捕虜になりたい。本当に甘い人たち。私の知ってる考え方と違いすぎて全然理解できません。今はほんの少しだけくらいは。よかったね、カノンちゃん。よかったね。あいた、ベタベタするんじゃありませんでしたよ。怪我人ですってのに。そうです。それよりカノンさん、どうやってアースハイドラを制御していたんですか？あなたが精霊を扱えるなんて知りませんでしたけれど。できねえですわよ。最初に申しましたでしょ。私様の美貌がハイドラを魅了したに違いありませんわって。確かにおっしゃっておりましたが、本気だったのですか？精霊には人間の美的感覚など適用されるはずがないと思うのですが。それじゃあどうしてあのハイドラは。何かしらこの違和感。既視感？まるで昔の私の。よかったね、カノンちゃん。よかったね。ナーナさん、わかりましたから、今は。斧返してね。それじゃ。死んでね、カノンちゃん。死んでね、カノンちゃん。あなた、一体何を。カノン様、しっかり。血がこんなに。コロスケ、回復魔法。はい。ナーナさん。ナーナ様が恋に切ったとは考えにくいです。それならば。もしかして洗脳魔法とかだったんですか？似てるけど違うって感じね。調べてみなくちゃわかんないけど。逃げて。うわー！
カノン様が気絶したためにさらに見境をなくしているようです。これはもはや狂乱怒涛、荒れ狂う自然そのものです。ちょっとなんとかしなさいよ、あんたたち。私とコロスケは回復魔法で手一杯だし、逃げるにしたって今下手に動かしたらカノン死ぬわよ。カノンちゃん、カノンちゃん。でもキャラちゃん、この首倒してもすぐ再生しちゃうんですよ。本体はおそらく地面の下でございますが、そのようなものをいかにして見つければよいのでしょうか。もう大丈夫です。アネモネ様、鉄の匂い。妖怪相すみませぬ、お前様らや。ネロさん？され、わっちのかんばせを一目見やれば、カノンめが逆上するは必至ゆえ、語り合ういとまもなきことかと存じますれば。確かに最後にはカノンさんも降参してくれて、いい感じにまとまりそうでしたけど。ネフィーネラ様、今はそれどころでは。カノンちゃん、死んじゃやだ。ナナのドーナツ全部あげるから、だから起きてよ。カノンちゃん。やれまったくおぶしゃれざんすな。この騒ぎでは話の本意に移ることもできませんよし。ちと待ちたもれ、お前様らや。この揺れは。どれ、火山の写しみたる改まよ。汝のコアはいずこぞや。見つけた。改めて報告します、姫。ペコリーネさんたちは現在施療所で手当てを受けています。姫が手を下したおかげで鳳凰戦の時よりは怪我も軽いみたいです。
それは長情。去りながらモネやウヌはどうだい？このくらいなんてことありません。もうストレスは頑丈なので。怪我の具合にありんせん。騎士殿が浴びた致命の毒をすすぐため涙を流したそうだね。なぜそれを？無論本人から聞き及びしまでのことなりの騎士殿や。なんであなたが？騎士殿は己が怪我も顧みず戻るや否やわっちのところへ嘆願に参られての。カノンめの刑をなるたけ軽くしてほしいそうな。なんでそんな嬉しそうに？いえ、それよりなんであなた今物陰から出てきたんですか？言わずもがな、ウヌを脅かすため。隠れるようにわっちがお頼み申したゆえに決まっておろう。しこうしてウヌがまさか秘密を明かしてでも騎士殿を救うとは、このネフィネラの目をもってしても嫁なんだ。一体どのような心模様がゆえかとっくり聞きたいものであるの。別にただの気まぐれです。ほう、気まぐれとな。ほうほう。無べなるかな。騎士殿からのこととやらば何なりと。ふむ、なんとも懐かしい話でござりんす。よもや騎士殿にさような果実の思い出語りをせがまれるとはの。わっちがモネを救いし事情、それは決して気まぐれなどではござんせん。その理由は是非に及ばず可愛かったからに決まっておろうよ。兄はからんや、あれと同じにしないでいただきとうござんすな。あの偏食な妹ごと違い、わっちにすれば誰も彼も幼児のようなもの。ゆえにそれは寵愛する理由にはなりんせん。かてて加えてわっちめは汝らの健やかに伸びすぐる様を何よりの喜びとしておりますれば。にしても意外や意外、騎士殿を毒の七からお救いしたのみに及ばず、かような昔語りまでしようと。モネもようやっとわっちの心持ちを少々分かったようでありんすな。よきかなよきかな。わかりません。全然ちっとも。失礼しまーす。鬼発見。主様、こちらにおられたのですね。激しい戦いの後ですし、しっかり休んでいただかないと。ペコリーヌ姫、それに皆様もカノンめの反乱を未然に防いだこたびのご活躍、感謝してもしきれませぬ。借りがまた増えてしまいましたの。いえいえ、そんなの気にしないでください。カノン様もまだ意識は戻っておりませんが、峠は越えたとのことでした。生きててよかった。本当に頑丈なやつよね。
アネモネに負けてペコリーヌにぶっ飛ばされて、挙句ナーナに不意打ちで切られたってのにさ。でもナーナさん今施療所のベッドでカノンさんにぴったりくっついて看病してますけど、先ほどのようにカノン様を、あるいはどなたかを攻撃しないと安心してよいのでしょうか。大丈夫だと思います。ここは姫のお膝元。ナーナさんを傀儡にした手札もこの城の近くでは届かないでしょうから。そうなんですか？なら大丈夫ですね。ネフィーネラ様？ああ、いや、大丈夫には相違ありませぬが、それよりも少しばかり狐につままれた心持ちでありんした。普段の今までのモネであれば、まずもってナーナの双心を疑ってかかったであろうに、これまたいかなる変化でござろうのモネやの。別に何にもありません。でも今回はおかしなことがいろいろありました。精霊魔法に詳しくないはずのカノンさんがあんなすごい精霊を扱えたり、私の花が狙いを狂わされたりとか。それじゃもしかしたらナーナさんが自分を失ったようにカノンさんも？それはわかりませんけど。されどお前様らのご尽力あって、こたびの一件の否一連の事態にて裏で糸を引いている者に目星がつきんした。本当ですか？あのフレイヤって女のこと何か分かったの？さようにござんす。されど少々込み入った話になりますゆえ、司祭の改陳はそれなりのふさわしき場を設けたく思い候。ふさわしい場とおっしゃいますと？これなるは世界と世界の壁を越えた一大事かと存じますれば、よものカラクの頭目をこのジオゲヘナに招聘し、開きましょうぞ。四世界合同プリンセス会議を。プリンセス会議？4世界4つの世界ってこのジオゲヘナと私たちの来たアストルムとライラエル様の治めるジオテオゴニアと、そして第4の世界、なおジオニブルヘルと申しんす。冒険のより
ごきげんよう。ジオニブルヘルの姫バイオレットと申します。皆様とお会いできる日を楽しみにしておりますわ。次回プリンセスコネクトリライブ第3部8章4世界プリンセス会議。もう一度君とつながる物語。さあ参りましょう、グレイス。一応顔色は普通か。まあよかったわね。じゃねえっての。あんたついさっき毒で死にかかったでしょうが、あんな腐ったリンゴみたいな顔色になってさ、ひょっとして大事なこと忘れてんじゃないでしょうね、あんた。今の世界じゃリセットはもう起きない。死んじゃったら本当にゲームオーバーなんだから。別にあんたの心配なんかしてないもん。ただまあからかう相手がいなくなるのはちょっとなーってくらいで。もうはいはい、お疲れお疲れ。今回も大変だったわね。今のこのジオゲヘナって世界はね、多分あんたもふんわりお察しでしょうけど、ジオテオゴニアが新種族の実験的なあれだったように、魔物のパラメーターをいい感じにあれするリージョンらしいんだけど、でもね、テストしてたのはそれだけじゃなくて、あるエリアにおけるヤバめの特色。例えばそこにいるだけでダメージを受けるような熱い気象とか、生きてるみたいに動く森とか、その他もろもろもあったっぽくってさ、ゲームのっぽく表現するならギミックっていうのかしらね。フィールドギミック。ちょっとした味変でたまに面倒で世界を記すフレーバーになるもの。あんたたちが今回戦ったアースハイドラってのも要するにそういうもんだったってわけよ。周囲の魔物を取り込んでちょい自己進化してたっぽいけど、てかギミックなんだし一時的にどかすことはできても、本当なら壊せるようなもんじゃないはずなんだけど。そうよね、壊してたわよね。しかも王家の装備とか使わずに。やだやだ。ジオテオゴニアのプリンセスライラエルみたくジオゲヘナのプリンセスもやっぱヤバいやつぽいわね。しかも次はまた一人増えるってんでしょ。クワバラクワバラ、こわちかこわちか。怖いから私寝る。じゃあね。もう毒とか浴びんじゃないわよ。私たちはトゥインクルウィッシュ。ソルオーブと呼ばれる謎の秘宝を探し求めて日夜冒険を繰り広げているギルドだったんだ。ここ数日はすっごくいろいろあって、ソルの塔から私たちの元いた現実の世界に戻ることになって、これからどうしようって思って、とにかくレイさんやユイちゃんと合流しようとしたんだけど、何にも悪いことしてないのに警察の人に追われて大ピンチ。どうなるトゥインクルウィッシュ、頑張れトゥインクルウィッシュ。私たちの冒険はここで終わってしまうのか。
あれあれあれ、ここおはよう、日和。だいぶ疲れてたみたいだけど、よく眠れた？レイさん、私たち、もしかして警察に捕まっちゃったの？落ち着いて。手錠もされていないし、檻の中でもないでしょ？言われてみれば。疲れ切って移動中に寝てしまったから、わからないのも無理はないけどね。あ、ちょうど説明してくれる人が来たみたいだ。おはよう、日和ちゃん。目覚ましはコーヒーでいいかな？砂糖はいくつ？2つで。ってあなたはラビリスタさん？いや、こっちではアキラって呼んでもらえると嬉しいな。それじゃあここはアキラさんのアジトとかそういう感じなの？正確には長老の移動拠点だよ。私たちがミネルヴァの懲役で寝ている間にいろいろ準備してくれてたみたい。さすがだね。長老って確かコッコロちゃんのお父さんのことだっけ？そうだ、思い出してきた。警察の人から逃げ回って走り回ってフラフラになってる時にコッコロちゃんが来てくれて。コッコロ、いや、ココロのガイドで長老の部下の運転する車まで案内してもらって、それに乗って私たちはこの拠点へとたどり着いたというわけさ。ごめんね。本当は手が伸びる前にどうにかしたかったんだけど、警察の動きが思ったよりずっと早くって、それに迂闊な通信は傍受されちゃう可能性が高くてさ。それよりゆいちゃんとココロちゃんはこのアジトにいるんですよね？今はココロちゃんからサポートをしてもらいながら、ゆいちゃんとレイちゃんに交代でテストと解析をしてもらってたんだ。テスト？解析？何の？どう説明したらいいかな。使い物になるかはまだまだわからないんだけど、一言で言うならちょっと危ない新型耳ってことになるのかな。日和様、お目覚めになられたのですね。ココロちゃん、ゆいちゃんも。日和ちゃん、おはよう。体はもう平気？バッチリ。アキラさんのクレープでいっぱい元気を補給させてもらったし。あり合わせでごめんね。長老ももうちょっと広いキッチンをつけてくれたらよかったんだけど。こうしてかくまってくれるだけでも十分助かります。正直なところ、懲役の被害者に糾弾されることはあっても、警察から追われるようなことになるとは思わなかったけど。誉さんから警告のメッセージが来てなかったら、おとなしく捕まっちゃってたかもだよね。末端の職員とかはともかく、現状の世界じゃ公権力って言ったって実態はお偉いさんの私利私欲まみれだからね。特に国際警察特殊機関ウォーロックはレジェンド・オブ・アストルムの支配権を狙ってる。物理的にね。それってミネルヴァさんのことが欲しいから？もちろん超 AI の確保は目的の一つではあると思う。でも多分それがメインじゃないかな。ならまだ帰ってこれていないプレイヤーの人たちを保護しようとしてとかですか？惜しいというか、大義名分として周りにはそう言ってるだろうね。それも違うと？では一体？
アストライア王国に設置されていたレジェンド・オブ・アストルムのメインサーバー、そのコアモジュール。それは超すごい情報集積回路みたいなものでさ、ある種の大パーツであり、今の地球上では生成不可能なオーバーテクノロジーなんだ。オーバーテクノロジー？この2033年の現代にそんなものが？私分かっちゃったかも。それってもしかして私たちプレイヤーの魂みたいなのがダイブしてた場所とか？その通り。インフォモーフ、魂の反デジタル化は長老が持ってきた革新技術だったんだけど、その受け皿が今国際警察に狙われているモジュールだったんだ。もしそれが取られちゃったら、私たちの知っているレジェンド・オブ・アストルムはなくなってしまうだろうね。そんな。大丈夫です、皆様。お父様はそう簡単には捕まりません。そうだね、私の師匠だもん。今だって逃げるだけじゃなく起死回生の手を仕込んでいるはずさ。そうだといいけど、でもこの先どうしたらいいのかな。それについてだけど、改めてありがとうございます。アキラさん、こんなことになっちゃって。国際警察なんて組織が動いてて、こんな状況じゃ私みたいな普通の高校生にできることなんてないんじゃないかって思ってました。でもそうだね、ユイ。あの新型耳を解析して完全に使えるようになれば、私たちでもほんの少しアキラさんや長老の役に立てるかもしれない。なるほど。私寝ちゃってたからよくわかんないけど、すごいんだね、その新型耳って。いや、本当に使い物になるかどうかはまだわかんないんだよね。テスト前にも言ったけど、私や長老が作ったものじゃないから。でもだからこそ調べなくちゃ。またビジョンズエンプレスに出し抜かれるような失敗は繰り返したくないからね。だからこそのテストというわけですね。エリスさんといつか話し合うためにも、その可能性を少しでも残したいから。分かった。よーし、もちろん私も頑張るよ。ですが申し訳ございません。新型耳の方はひとまずトゥインクルウィッシュの皆様にお預けいたします。ココロちゃん。あとそうだった、ようやくこっちも準備できたから、ここから先はココロちゃんは別のミッションだ。はい、アキラ様から託された大切なプログラム、必ずや主様にお届けいたします。お父様といい、アキラ様といい、私はどうも大事なものを預かることが多いように思いますね。それは君が導き手だからさ。少年のことをガイドするためにはそれなりの道具が必要だろ。キシ君、今すぐ翼を生やして彼のところに飛んでいきたい。そんな気持ちは強くあるけれど。ココロちゃん、お願いね。キシ君をガイドしてあげて。はい、それでは行ってまいります。よし、ブリッジ聞こえる？了解です。現在ドロップゾーン上空 2500 メートルに滞留中。上空って
日和はまだ気づいていなかったんだね。ここはね、心ちゃんのお父さんが作ったとってもすごい飛行船の中なんだよ。移動拠点って言ったでしょ。研究設備や医療施設、隠密性も完璧で潜水まで可能で、ついでにクレープを焼けるキッチンもある超すごい最新エアシップさ。ってことで帝セウス号ランチ射出用意。了解。2番ハッチを開放します。どうかご無事でいてくださいませ、主様。こちらでもあちらでも必ずや私が主様をお導きいたします。こうして素振りをしてみても皆様方に追いつけるような未来はまるで浮かびません。私の進むべき道はいずこに。強くなるにはどうしたらいいのでしょう。話は聞かせてもらいました。強くなりたい、そう言いましたね。ええ、ですがその方法が分からず。今のお声はシュボン、お悩みとあらば即参上。このニノにお任せあれです。ニノ様、どうして木の上から。安心してください。リリさんにおあつらえ向きの修行を私知ってます。本当ですか？それはどのような。私と一緒に忍者を目指しましょう。忍者？ニノ様、なぜ私たちは温泉にいるのでしょう。そして今まさに私の足へ結びつけられているこの道具は。よくぞ聞いてくれました。今からリリさんに忍法水走りの術を伝授します。これはそのための道具、その名も水雲です。どんな状況でも動じないクールなハートを持ち、あらゆる忍法忍術を使いこなすとてもすごいジョブ。それが私たちの目指す忍者修行は心技体を同時に鍛えられるベストプラクティスなのです。ここまではお分かりいただけましたか？なるほど。なるほど。というわけで、まずはこの水雲を使って温泉を渡りきってみましょう。最強ジョブ、忍者への第一歩を踏み出す時が来たのです。はい。では参ります。第一歩、まずは水面にしっかりと立つ。しっかりと立って第一歩を。歩こうと踏みしめるから転んでしまう。なら水面を流れるようにそーっとこうなれば沈んだり転ぶ前に渡りきってしまいましょう。
踏み出した足が沈むより先に反対の足を上げ、次はその逆を。やはり私はニノン様が稽古をつけてくださっているというのに、この低たらく。リリさん、諦めないでください。初めての挑戦に失敗はつきものです。忍者とは時に耐え、時に忍び、主を守るもの。必要とあらば汗にまみれ、泥にまみれ、温泉にまみれることもあるでしょう。しかしどんな状況でも諦めない、そんな雑草魂こそ忍者には重要なのです。ニノン様、そのような鼓舞激励を頂戴しては、私もこれ以上情けない姿をお見せするわけには参りません。改めていざ参ります。1、2、3。向こう岸まではまだ遠いですが、揺れる水面にも慣れてきました。この調子であれば。見違えるような集中力ですね。残り半分は切りました。その調子です。諦めないことが肝心とニノン様もおっしゃいました。この小さな一歩も万里一空、積み重ねれば一人前の忍者への道につながっているはず。そうなると忍者になった暁には、私は兄様をお助けする者としてお仕えすることになるのでしょうか。兄様のそば使いとして教授座我を共にし、例えば弱みでも警護が必要ですよね。それはつまり兄様のお背中を流したりなど。リリさん、前を見てください。前？はっ！岩礁にぶつかってしまったようですね。大丈夫ですか？はい、雑念が入ってしまったようです。お恥ずかしい。何でしょう、妙な感触が。やっと気づいてもらえました。あゆみさん、温泉の中に忍んでいたとは、まさに水遁の術ですね。タオルありがとうございました。いえ、こちらこそ大変失礼いたしました。ですがあゆみ様、どうしてあのような場所に？温泉に入っていたらリリさんたちが来て、それで邪魔にならないよう隅の方に移動したんですけど、さっき転んだ拍子に巻き込んでしまったというわけですね。誰もいないと思ってましたが、申し訳ありません。いいんです、いつものことですから。私ってばいても気づかれないほど影が薄いですし。しかしちょうどよかったです。あゆみさんにぜひお願いしたいことがあるのですが。私にお願いですか？じゃあやってみますね。これはあゆみ様の気配が消えて。ちゃんとここにいます。これぞまさしく隠れ身の術です。私もここまでの技を見たのは初めてですね。それじゃあリリさんもやってみてください。コツなんかは体験しながらの方が教えやすいと思うので。
はい、よろしくお願いいたします。すっかり周囲に溶け込んでますね。あゆみさんみたいに消えてしまうほどではありませんが、この短時間ですごい上達です。それにすごい集中力です。私たちの話し声も聞こえてないみたいで。あれ？あゆみ様にご教授いただいた呼吸のコツのおかげでしょうか。とても静かな心持ちです。しかしこの熱気はやはりジオゲヘナと言うべきでしょうか。神道を滅却すれば火もまた涼しと言いますが、しかしいささか熱すぎるような。ぐるる？リリさんが気づいたようです。リリさん、魔獣は落ち着いてください。リリさんが集中している間に魔物が近くに寄ってきちゃって、私たち何度も声をかけたんですけど。私はどうすればよいのでしょうか。このままだと危険なのは間違いないと思われますが。その魔物は強力な毒を持ってるはずです。下手に動くと噛まれちゃうかも。リリさん、あゆみさんの教えを思い出してください。明鏡止水の心で自然に己を溶け込ませるのです。なるほど。ここは動かずに耐え、魔物が去るのを待つ作戦ですね。嵐が過ぎ去るのをじっと待つように、泣いた水面のように明鏡止水の心持ちで。なんと魔物がリリさんのそばに腰を下ろしました。全く警戒した様子がありません。ここまで自然に溶け込むとは恐るべしですね。これは魔物と私の根比べということでしょうか。しかし忍者は雑草魂、そう二能様はおっしゃいました。ここは何としても耐えてみせねばなりません。神道を滅却すれば火もまた涼し、神道を滅却すれば火もまた涼し、神道を滅却すれば火もまたリリさんがゆでた悪になってしまいました。さすがに気合で炎の熱は乗り越えられないですか。魔物もリリさんに気づいちゃいました。どうしましょう。とりあえず助けに。あれ？不審者の通報を聞いてパトロールに来てみれば。何をやっているんですか、あなたたちは。つまり温泉での騒ぎも今の魔物に襲われていたのも全部その忍者とやらになるための修行だったと。はい、お騒がせしてしまったみたいで申し訳ありません。いえ、そちらのお二人もリリさんの知り合いということで承知しました。それでは。ちょっとお待ちください。まだ何か。アネモネさんと言いましたね。優れた腕前にもかかわらずそれを飾らぬ奥ゆかしさ、さぞ名のある武芸者とお見受けしました。
先ほどの花手裏剣も見事なお手並み。ズバリあなたは歴戦の忍者ですね。意味がわかりません。隠さずとも良いのです。確かに忍者とは己の正体を隠すものですが、そんなアネモネさんを見込んでお願いがあります。ぜひ私たちの師匠になってくれませんか？どうかお待ちください。なんで私が。それに師匠って何ですか？アネモネ様、私からもどうかお願いいたします。少しのお時間だけでもどうかご教授いただけないでしょうか。私からもお願いします。リリさん、本当にすごく修行を頑張ってて、それで忍者はよく知りませんけど、少しの時間だけなら付き合ってあげます。忍法百列手裏剣シュバババババババ。アネモネさんの言う通りにしたら命中率がぐんと上がりました。リノンさん、投擲武器で数に頼るなら敵の逃げ道を塞ぐ軌道を紛れ込ませてください。ありがとうございます、アネモネ様。修行に付き合っていただいて。本意ではありません。こうしないとあの忍者うるさい人がずっと追いかけてきそうでしたし。それでも感謝申し上げます。変な人ですね、あなた。そうでしょうか。はい、まるであなたたちの仲間の騎士の人みたいです。そんな、私などが兄様と遺体同心など恐れ多いにも程があります。リリさん、よくぞ厳しい修行に耐え抜きました。これで忍者ビギナーの免許改伝です。はい、ニノン様、ご指導ありがとうございました。あゆみ様、アネモネ様にも感謝いたします。今更ですけど、その忍者というのはどういった存在なんですか？忍者とは東国のトラディショナルなエージェント、忍法と呼ばれる秘術を使うスーパー戦士、それが忍者です。その中でも特にマスタークラスの忍者チーム戦隊という5人衆の世直し物語は今なお語り継がれる伝説だと、この秘伝書にも書いてあります。戦隊ですか？ニノンさん、その本ちょっと見せてもらってもいいですか？はい、どうぞ。先日お江戸のフリーマーケットで手に入れた公式ゆかし秘伝の書です。秘伝書にしてはずいぶん饒舌な語り口ですね。それにこの口頭無形な内容、巻末にかすれてますけど何か書いてあります。この物語はフィクションです。実在の忍者、流派、団体とは一切関係がありません。
つまりこういうことでしょうか。その本は忍者の秘伝書などではない子供向けの読み物で、したがって今日行ってきた修行の大半もまったくのフィクションだったんですね。そんなそれに皆さんをそばで支えられるようにとリリさんは忍者を目指してるみたいですけど、主のためなら己神を影に潜め続けるのが密偵のあり方。おそらく忍者も同じで、それなら皆さんと共にいたイリリさんが本格的に忍者を目指すのはそもそも悪手なんじゃないですか。確かに考えてみれば、本物の忍者となり影から兄様をお守りするというのは、それは兄様と今以上にお近づきになれなくなるということ。まあそれでもというならご自由に。いえ、大変参考になりました。おっしゃる通り、他にもっと自分に合った道があるかもしれません。今の段階でこれしかないと決めつけるには時期尚早ですし、もっと適性のある戦い方を模索するべきです。決して兄様のことは関係ありませんので。はい。やっぱり変な人。ロザリア、どこに行っちゃったんだろう。そう気を落とすな。あと言っていいのかわからんが、こちらの世界はまだまだ広い。アリサの探すロザリア殿もどこかにいるかもしれん。ありがとうモニカさん。そうだね、こっちの世界はまだまだ広いんだし、きっとロザリアもどこかにいるはず。頑張って探すぞ。アリサには先ほどの巨大トカゲとの戦いで助けられた借りがあるからな。わらわたちも協力は惜しまんぞ。あれ、あっちで何かやってるみたい。イリア、ちょっと見に行こう。わかったからそう引っ張るでない。いっけー、ドンタタドン、ガラガライチゴヘビに攻撃だ。僕のイチゴヘビが。ねえ何やってるの？面白そう。バッピーちゃんも混ぜて。いいぜ。それじゃあ早速バトルだ。スレートは持ってきてるよな。スレート？何それ？その石の板のこと？おいおい、スレートがないのにバトルはできないだろ。もしかしてモンスレートファイト知らないの？モンスレートファイト？僕が説明しましょう。モンスレートファイトとは、このジオゲヘナで子供たちに大流行中の新感覚対戦ゲームなのです。このルーン魔法の刻まれた石板、スレートに封印された魔物たちを駆使して手に汗握るバトルを繰り広げる。夢と汗と涙、そして僕たちのお小遣いをかけた熱いゲームなんです。ランドソルでも似たようなゲームで子供たちが遊んでいたな。あちらはただの紙で、ルーンとかいう魔法は使われていなかったか。あ、そうそう、そのカードゲームを元に作ったんだ。
ちょっと前かな、この村にリスのビーストと双子の魔族の姉ちゃんたちが来て、俺たちと一緒に遊んでくれたんだ。その時にみんなで遊べるようにって余ってるカードをいっぱいくれたんです。双子の魔族？料理の計りか？何やっとるのじゃあやつらは。だけど森から飛んできた火の粉で全部燃えちゃって。この世界の木って燃えてる花が咲いたりしてるもんね。エルフの森じゃ考えられない景色だよ。で俺たち思いついたんだ。なくなっちゃったなら作ればいいじゃんって。素材に石を使ってカードの種類を再現して、いろいろ独自のルールも追加したりしてるんですよ。ほー、それでこれどうやって使うの？遊んでみたいの？しょうがないな。あの姉ちゃんたちも初心者には優しくって言ってたし。はい、それじゃあみんなにこの空のスレートをあげます。早く行きましょう。あんまり遅くなると危ないので。行くってどこにだ？それにこのスレートはそなたらのと違って何も書いていないようだが。そんなの決まってるじゃん。これからスレートを作りに行くんだよ。石板には魔物を出し入れするルーン魔法がかかってるけど、最初から魔物が入ってるわけじゃないんだ。自分で魔物を捕まえて石板の中に入れる。そこで初めて魔物の入ったスレートになるってわけ。他の人に借りたスレートだと言うことを聞いてくれないんです。だから自分たちの手で捕まえないと。そういう仕組みだったのか。つまり自分自身の相棒は己で探せと。相棒？それって眷属みたいな？眷属？うん、似たようなものかもしれぬな。わらわにとってのコウモリたちのような感じかな。おっと、みんな静かに見て。あそこにプチデビルマジシャンがいるでしょ。プチデビルマジシャンは目につくもの何でも魔法で攻撃するんだ。だから一人が気を引いて、おーいこっちだぞ。その隙に僕が捕まえる。おお、魔物がスレートの中に吸収されて。これで魔物ゲットです。今のはプチデビル用の捕まえ方でしたけど、もちろん魔物ごとに捕獲の仕方は変える必要がありますよ。ふむ、魔物一匹捕まえるにしても生態や特徴をしっかり把握する必要があるわけか。マリサ、どうかした？ちょっと考え事をしてて。そのスレートを作るのって魔物とはいえ群れや家族から引き離すことになるでしょ。私が捕まえちゃうことで離れ離れになっちゃうのは少しかわいそうに思えちゃって。分かってないなエルフの姉ちゃん。このスレート作りはさ、遊びだけでやってるんじゃないんだぜ。スレートを作るために限らず魔物を放っておくと大変なんです。みんなで育てた作物とか勝手に食べられるし。魔物はどんどん増える一方だし、増えすぎた魔物が村に入ってきたら俺たちより小さい子なんか危ないだろ。だから俺たちが魔物を捕まえてスレートを作ってさ、それが村のみんなのためにもなったら最高じゃん。村の平和のために。そうだったんだ。みんな偉いね。俺たちの話はもういいってば。それよりみんなスレートを作りに来たんだろ。早く魔物を捕まえようぜ。
見つけた。あれは確かワイルドファイアボア。炎をまとったちょっとつ猛進に注意だっけ。群れで行動してるわけじゃないみたいだし、このまま放っておくと村の人たちに被害が出る。魔物が原因でジオゲヘナの森が荒れてしまっているなら、森番を目指す以上、私はみんなを守る側に立たなくちゃいけない。そうだよね、ロザリア。魔物が包囲戦術を使うのか。厄介だな。だが気に入った。ぜひとも我が勢力として迎え入れたい。私が勝てばその力を存分に役立ててもらうぞ。やるやるな。ただのバーンサウルスではないようじゃ。さすがはジオゲヘナといったところかな。バンピーの手前、情けない姿は見せられん。仕方あるまい。この薬は苦いから苦手なんじゃが。この魔力回復薬も味さえなんとかなればの。しかし元の姿には戻れたようじゃな。ならばわらわの全力、畏怖と敬意をもってその身に刻むがよい。あの姉ちゃんたちすっげえ。俺たちじゃ手も足も出ない魔物まで捕まえてる。こんなところでどうしたの？まだ魔物も捕まえてないみたいだし。なんだよ、もうすぐ日が暮れちゃうぜ。それともスレート作りはやめてみんなに合流するか？ね、なんかバンピーちゃん全然ピンとこないんだ。どの子がいいのかなって。おお、その気持ちすっげえわかる。強さも大事だけど見た目のかっこよさも重要だよな。でしょでしょ。どうせなら一番強くてかっこいい子がいいなって。それならあそこに行ってみるか？だけど姫様たちは危ないから森の奥には行っちゃダメだって。何の話してるのあんたたち。この森の奥にさ、すっげえ強い魔物が出る場所があるんだよ。もしかしたらお前の気に入る魔物もいるかもしれないぜ。ちょっと危ないかもだけど。やっぱり危ないよ。やめようよ。平気平気。バンピーちゃんに任せなさい。どんな魔物が出てきてもすぐやっつけちゃうんだから。うわ、近くで見るとすげえ迫力だな。ほう、あの子を捕まえるの？ああ、作戦はこうだ。まず俺たちがスレートを使って魔物を召喚する。それであいつが弱ったところでスレートに閉じ込める。手強そうだったら僕が援護しつつ安全な場所まで撤退だね。分かった、やるよ。おいでガラガライチゴヘビ。出てこい、ドントドドン先制攻撃だ。結構やるじゃん。よし、それじゃあスレートに封印は。あれ、すごい速さで逃げてっちゃった。もうバンピーちゃんの
スレートになりたくないの？そういう感じじゃなかったけど。なんだ？この地響き、まさか。レンザー！さっき逃げたワイルドワルクローはこいつの気配を感じ取ってたんだ。こんな魔物が出るなんて聞いてないって。とりあえず逃げるしか。決めた。バンピーちゃん、あれにする。あれにする？あれってまさか冗談だろ？あの魔物すっごく大きくて強そうでしょ。スレートになってくれたら最強だよね。そりゃあそうだけど。だからバンピーちゃんの相棒はあの子にします。決定。でもスレートにするならあれと戦って捕まえないといけないんだよ。僕たちだけじゃとても。バンピーちゃんたちだけじゃ無理でもみんながいれば大丈夫でしょ。バンピー！お主はあれだけあれほど一人で動くのと言うたのに、また迷子になりよって。迷子じゃないもん。二人も一緒だし。ごめんなさい。俺たちが一緒に行こうって言ったから。後でみんなまとめて説教じゃからな。ま、それはそれとして先にあのデカブツを何とかする必要がありそうじゃな。というよりあやつ、わらわたちが前に撃退した魔物ではないか。そうだな。以前戦った時につけた傷がそのままだ。しかし追いついてみれば、なんだこの状況は。まあまあ、モニカさん、それであの大きい魔物を倒せばいいの？捕まえるの。あの子をバンピーちゃんの相棒にする。あの子をスレートに？やっぱり無茶ですよ。あの魔物は規格外すぎます。スレートにするなんて。そっか。なら私たちも手伝った方がいいよね。モニカさん、そっちの準備は大丈夫そう？ああ、過去にこの4人で奴と戦っているしな。以前の通りにやれば問題なく勝てるだろう。本気であいつとやり合うのかよ。っていうか勝ったって？コアッパ、モンスレートファイトに関して教えてもらった例じゃ。今度はわらわたちがあの魔物との戦い方を教えてやる。その目を見開いてよーく刻みつけるがよい。あの魔物の場合、まず狙うは足じゃ。膝をつかせ危険な光線を打たせぬようにする。はあ！次は胸部に見える結晶体。エネルギーの蓄積されたそこを狙うぞ。アリサ、私に合わせてくれ。わかった、モニカさん。この矢に全力を込めて貫く。バンピー、これで厄介な光線は封じた。最後は任せたぞ。よーし、バンピーちゃんの本気見せてあげる。スレートキャプチャー捕まえた。本当に捕まえちゃった。今日からあんたはバンピーちゃんの相棒なんだから、よろしくね。
よーし、いっけー、滅びのギガントブレス。さすがだな。でも負けないぜ。俺の必殺コンボが決まれば。バンピー、すっかり夢中じゃな。あのような遊戯に夢中になるとはまだまだ子供じゃな。いいではないかイリア殿。子供は子供らしくが一番と言うし、それにしてもあの森ですっげえ魔物捕まえたって本当？どうやって捕まえたの？教えて教えて。これレアスレートだ。他にどんなスレート持ってる？バトルしようぜ。イリアさん、モニカさん、手伝って。さっきからずっとみんなに懐かれちゃって。爆発的な流行というのは本当のようじゃな。ジオゲヘナでは娯楽が少なかったせいもあるだろうが。くっそー、俺のコンボが通じないなんて。バッピーちゃんの勝ち。じゃあ次はアリサの番ね。よーし、負けないよ。勝負の前に一旦スレートに帰りなさい、あんたたち。あれ、今の音なんだろう。バンピーちゃんのスレート、気のせいかな。ひびが入ってない？え、ひびですか？ちょっと見せてください。これは。何？このスレートがどうかした？スレートには魔物を出し入れする用のルーン魔法がかけられているって話はしましたよね。そのルーン魔法のおかげでスレートで召喚した魔物はテーブル上に作った魔法フィールドに出せる程度の大きさになるんですけど。もしもその石板が壊れちゃったりするとどうなるの？石板にかけられたルーン魔法が破れて封印が解放されちゃいます。多分。封印が解放ってつまり。ああ！魔物？こんなでけえの一体どこから出てきた？武器だ！戦える者は武器を取れ！うわあ、やっぱりこうなるよね。皆さん落ち着いてください。なんじゃこの騒ぎは。バンピー、どこにおる？バンピー、まずい、村が潰されてしまうぞ。総員戦闘用意。すっげえでっけえ、かっこいい。僕たちもあんな魔物捕まえられるかな？かっこいいでしょ。でも勝手に出てきちゃダメなんですからね。のんきに言うとる場合か。とりあえず魔物をスレートに封印。いや、まずは事情の説明か。ああ、もうなんで毎回こうなるのじゃ。